不動産屋さんの階段へようこそ。旅行中何気なく泊まっている旅館やホテルなどの部屋ですが、その部屋で直前の宿泊客に何があったかがわからないのはちょっと怖い感じもしますね。さて、これは私の友人が今から10年ぐらい前に体験したお話です。その友人を貴子さんとしておきます。当時貴子さんは長野県のとある温泉事業の主要株主でした。元は貴子さんの父親が生前に事業に投資し株主となっていたのですが、父親が亡くなってからは貴子さんがその株を相続したということでした。さて、その温泉事業の場所は冬場はスキー、夏は運動部などの合宿でにぎわっていたので、温泉事業も順調でした。貴子さんは毎年3月に開かれる株主総会には出席していたそうです。その温泉事業の社長は貴子さんの亡き父親の友人で、現地では温泉旅館の経営者で、貴子さんの父親と一緒に初期から温泉事業に投資している人でした。ですから貴子さんが総会に出席するときはその社長の旅館に泊まらせてもらっていました。そしてその年の総会には貴子さんと夫の夫婦2人でその旅館に一晩お世話になることになりました。東京から夫の運転で3時間ほどかけて旅館に到着すると、社長がいつものように気持ちよく出迎えてくれました。旅館の周りにはまだまだ雪が残っていましたが、雪質はもうザラザラでスキーシーズンは終わっており、館内も泊まり客はいないようですっかり静まり返っていました。貴子さん夫婦は誰もいないロビーでコーヒーをごちそうになりながら、社長から明日の午前10時からここで総会を開くので、いつもの5、6人が集まると思いますなどと説明を受けました。まあとにかく東京から運転でお疲れだろうからと言って社長は気を利かせて従業員に先に部屋に案内するように言いました。そこで貴子さん夫婦はその従業員に連れられてエレベーターに乗り、3階の客室の階で降りたそうです。その旅館は建物のちょうど真ん中にエレベーターがあり、各階がエレベーターから出ると左右に廊下が伸びて客室となっていました。すると従業員は左側の廊下の方に貴子さん夫婦を案内しました。貴子さんは今年も左側のウィングの客室に泊めてもらうんだなとなんとなく思ったそうです。そして従業員の後に続いて廊下を進んでいくと、例年よりも奥に案内していくので、貴子さんはふとおかしな感覚に陥りました。なんかこれ以上奥には行きたくないなと、なぜかそんな感じがしたのです。すると従業員は貴子さんの感じる違和感をよそにどんどん奥に進み、ついに一番奥の部屋の前で止まりました。貴子さんはこんな一番端っこの部屋と困惑しました。従業員が奥の方の部屋のドアの鍵を開けているのを見て、やだな、その奥の部屋じゃなくて一つ手前の部屋に入りたいなどと奇妙なことを考えていました。でも一番奥の部屋のドアが開き、従業員さんが貴子さん夫婦にどうぞと言って中に入るように促しました。まず夫が何の躊躇もなくスタスタと部屋の中に入っていくので、貴子さんも仕方なく夫に続いて中に入ったそうです。するとその時でした。貴子さんの目にはその部屋全体が霞がかかって白く見えたのです。そして部屋が歪んでいるような異常な感覚がしました。部屋は普通の畳10畳で、
左に床の間があり、真ん中には和机と2つの座椅子があり、夫はその座椅子の上の座布団にすぐ腰掛けたそうです。でも孝子さんは、この部屋なんかおかしい、そう思いながら立ち止まっていました。すると従業員が部屋の右側に畳まれた2脚の布団を指して、もう布団は広げればいつでも寝れる状態になっていますから、と言いました。でも孝子さんはその説明が頭に入らないくらい不快で、早くこの部屋から出たいと思っていました。でもそんなことが言えるわけもありません。従業員さんは、ところで夕食なんですが、隣の部屋に用意しますので、準備ができ次第お知らせします。温泉も夜11時まで疲れますので、ごゆっくりどうぞ。そう言って部屋から去っていきました。孝子さんは仕方なく、きっとしばらくこの部屋にいれば慣れてくるし、私が神経質なだけで気のせいなのかもしれない。そう考えて諦めたそうです。するとその様子を変に思ったのか、夫が、どうした？先に温泉に浸かる？と聞くので、孝子さんは、この部屋なんか白っぽく見えない？まるで誰かが隠れてタバコ吸ってたみたいな。と言うと、夫は一瞬何か言いたげでしたが、わからないという感じでした。でも孝子さんは、部屋は依然として歪んで感じ、まるで上下がない無重力空間のようでした。落ち着くために少し目を閉じて休み、気持ちを切り替えて、孝子さんだけ先に温泉に浸かりに行くことにしました。そこで浴衣に着替えて1階に降りると、なぜか例年のオフシーズンよりロビー周辺が薄暗く、ふと怖い感じがしたので、孝子さんは大浴場に急ぎました。女湯ののれんをくぐると、顔はすべて空っぽで、誰も浴場にはいないようでした。すると広い浴場の中は湯気で白く煙っていました。それはまるでさっきの部屋が白く見えた様子に似ていたので、妙な感じがしたそうです。誰もいない浴場でたった一人、孝子さんは体を洗い、温かい温泉に浸かって目をつぶっていると、だんだんリラックスしていきました。数分間よく温まってから、孝子さんがゆっくり目を開けると、はっとしました。白い湯煙の中、湯船の反対側にある洗い場に、ぼんやりと若い女性が一人、背を向けて座っているのが見えたのです。孝子さんは、彼女いつの間に入ってきたんだろうと少し驚きましたが、多分温泉の流れる音で気がつかなかったのだろうと思いました。その女性は後ろ向きですから顔は見えませんでしたが、ぐっしょりと濡れた黒い黒髪のまま、何もせずに静かに座っているように見えました。孝子さんは従業員の仕事明けの人かなとも思いましたが、なぜかそのじっとしている様子は違和感がありました。少し気味が悪くなったので、孝子さんはさっさと温泉から出たそうです。すると脱衣所にはやはり自分のカゴ以外はどれも使われていなかったので、ますます気味が悪くなり、急いで部屋に戻りました。すると部屋の中に入ると、今回は不思議にももやがかかったような感じもなく、空間の歪みもなくなっていました。孝子さんはほっとして、やっぱり何もかも自分の考えすぎだったのかなと思い、隣の部屋に用意されている夕食を夫と済ませて元の部屋に戻りました。
その頃にはもうさっきの大浴場の女性のこともすっかり忘れ、特に何事もなく布団を2つ並べて、貴子さん夫婦は早めに寝たそうです。そして2人ともすぐに深い眠りにつきました。どれくらい時間が経ったのか、貴子さんは腰の痛みで目が覚めました。ちょうど腰の仙骨のあたりが熱くしびれるような感覚でした。あれ、ちょっと痛いなと不快感があったので、仰向けから寝返りを打とうとすると、体を動かすことができません。貴子さんはこれが金縛りなのか、半覚醒状態で動かないのか分かりませんでした。すると突然耳元でという地獄のガキのようなかすれた薄笑い声が聞こえてきました。貴子さんは全身凍りついたそうです。枕元に何かがいるのが分かり、貴子さんは恐怖ですぐ目をつぶりました。すると貴子さんのつぶったまぶたの中に突然女の映像が見えたそうです。それはぐっしょりと濡れた長い黒髪の女でした。あの大浴場にいた女だと貴子さんは直感で思いました。その女の目は黒目がなく、瞳孔の部分だけが中心に黒い点のように見え、魔物か獣のような表情でと笑いながら貴子さんをじっと見ていました。貴子さんは女に食い殺されるような恐怖を感じ、助けてと心の中で思いっきり叫ぶと、その瞬間意識がなくなってしまいました。そしてはっと気がつくと、夜は明けており、障子から眩しい朝日が差していたそうです。すると昨夜のことが嘘のようで、貴子さんはすぐ布団から起き上がると、あの女は何だったんだろう、悪夢を見ていたのかなと思いました。目が覚めてみれば、確かにあの女のことは曖昧で夢だったと分かり、ほっとしたそうです。しばらくして隣で寝ている夫も目を覚まし、おはようと言って起き上がりました。すると夫が突然、ねえ、昨夜変な夢見たよ。君がキキキキキキキって乾いた声で薄気味悪く笑ってたんだよ。そう言いました。貴子さんはと言葉が詰まり、思わず違う、笑っていたのは私じゃないと言うと、分かってるよ、だから変な夢だったんだよと夫はただの夢の話と言って笑っていました。でも貴子さんは自分の夢にそっくりで、あまりに怖すぎて、あえてこの旅館にいる間は自分の悪夢の話はしませんでした。さて、午前中の株主総会と取締役会は無事に終わり、すっかり気分も晴れ、貴子さん夫婦は社長にお礼を言って旅館を後にしました。すると帰りの車の中で、突然夫が眉間にシワを寄せて、今回泊まった部屋なんか居心地悪かったなとポロッと言いました。貴子さんの夫もやっぱり同じように感じていたのでした。そして夫曰く、ただで好意で泊めてもらってるから部屋が気に入らないと言って変えてもらうわけにはいかなかったから我慢したということでした。そこで貴子さんもやっと自分が感じたことや悪夢の話を打ち明けました。そして二人は自分たちの前にあの部屋に泊まった客が変なものを置いていったのかもしれないと結論付けました。ただ霊に敏感な貴子さんの方により強く現象が現れた感じでした。その後何事もなかったのですが、でも貴子さんはその日以来原因不明の腰痛に悩まされ続けているということでした。
ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。